LINE シミュレーションで、シミュレーション中に製品を削除する方法について説明します。付属ファイル、プロダクトデリート、underline before.vcmx を開きます。eCatalog のシンクプロセスを使用することで製品を削除できます。ロボットでフィーダープロセスからシンクプロセスへ製品を搬送し、製品を削除します。製品を搬送するため、フローを設定します。プロセスタブをクリックします。エディターグループのフローを選択することで、製品を搬送する流れを設定できます。3D ワールドに表示された青い丸をプロセスノード、青い丸にカーソルを合わせると表示される名前をプロセスラベルと言います。プロセスノードは製品を搬送する経路の中継地点。プロセスラベルは中継地点の名前です。プロセスフローエディターウィンドウのフローグループ番号1を選択します。製品をフィーダーからシンクへロボットで搬送するため、3D ワールドでロボットコントローラーアイコンをクリックします。製品を搬送するためには、3D ワールドとプロセスフローエディターウィンドウの両方にフローを設定する必要があります。フィーダー、シンクの順にプロセスラベルをクリックします。3D ワールドにフィーダーからシンクの方向を指し示す矢印が表示されていることを確認します。プロセスフローエディターウィンドウのフローステップにもフィーダー、シンクの順に表示されています。プロセスラベルをクリックすることで、3D ワールドとプロセスフローエディターウィンドウの両方にフローを追加できます。プロセスノードをクリックすることで、3D ワールドにのみフローを追加できます。シミュレーションを実行します。シンクプロセスに搬送された製品が削除されることがわかります。コンベア上を移動完了した製品を削除する方法について説明します。シミュレーションをリセットします。シンクプロセスとコンベアを接続するため、マニピュレーショングループの PNP を選択します。シンクプロセスを選択し、コンベアの端にドラッグします。シンクプロセスに表示されている三角形が一つ緑に変化することを確認します。搬送先の位置を調整するため、シンクプロセス、to コンベアプロセス、コンベアをすべて選択します。コントロールキーを押した状態で選択することで複数個同時に選択できます。マニピュレーショングループの移動を選択し、-X 軸方向に矢印をドラッグします。製品を搬送するフローを変更します。エディターグループからフローを選択します。3D ワールドに表示されているフローを選択し、右クリックから削除を選択します。フローの順番はフィーダー、to コンベア、シンクです。ロボットがフィーダーから to コンベアへ搬送するため、ロボットコントローラーアイコンを選択します。プロセスノードをクリックし、3D ワールドにフローを追加します。シンクをクリックする前に、ロボットコントローラーアイコンの選択を解除します。プロセスフローエディターウィンドウのフローステップにもフローを追加する必要があります。to コンベアのプロセスノードにカーソルを合わせ、表示されたプロセスラベルをフローステップのフィーダーとシンクの間にドラッグ&ドロップします。フィーダーからシンクへの搬送と異なり、製品はコンベア上を通るため、シンクのプロセスを変更します。エディターグループのプロセスを選択することで、プロセスノードで行う作業内容を設定できます。シンクを選択します。
シンクでは製品を搬入し、削除しています。トランスポートインを選択し、ステートメントプロパティウィンドウのソースをコンポーネントコンテナからに変更します。コンポーネントコンテナからにすることで、コンベアなどのコンテナから製品を搬入できます。シミュレーションを実行します。製品はコンベア上を移動し、削除されることがわかります。製品がコンベア上を移動完了後、削除されるまで指定した時間待機する方法を説明します。シミュレーションをリセットします。シンクのプロセスを表示します。トランスポートインとリムーブの間に遅延を発生させます。トランスポートインを選択します。プロセスエディター右上のステートメントをクリックし、ステートメント一覧を表示します。その他のステートメントからディレイを選択します。ディレイステートメントは次のステートメントの実行を指定した時間、遅延させることができます。ステートメントプロパティウィンドウの分布で遅延させる時間を指定できます。分布を5に変更します。シミュレーションを実行します。製品はシンクプロセスに到達し、5秒待機後削除されます。製品の削除はシンクプロセス以外でも行うことができます。製品をフィーダープロセスからマニュアルワークステーションへ搬送し、削除します。シミュレーションをリセットします。製品を搬送するフローを変更するため、エディターグループのフローを選択します。3D ワールドとプロセスフローエディターウィンドウで既存のフローをすべて削除します。ロボットコントローラーアイコンを選択し、フィーダー、マニュアルプロセスの順にプロセスラベルをクリックします。3D ワールドとプロセスフローエディターウィンドウにフローが追加されたことを確認します。マニュアルワークステーションのプロセスを変更します。エディターグループのプロセスを選択します。マニュアルプロセスとシンクをクリックします。マニュアルプロセスの既存のステートメントをすべて削除します。シンクプロセスのステートメントをコピーし、貼り付けます。マニュアルプロセスのトランスポートインを選択し、ステートメントプロパティウィンドウでソースを前のプロセスからに変更します。マニュアルプロセスとシンクを閉じます。シミュレーションを実行します。ロボットがフィーダープロセスからマニュアルワークステーションへ製品を搬送し、5秒後、製品は削除されます。シミュレーションをリセットします。複数の製品をマニュアルワークステーションへ搬送し、5秒後、すべての製品を同時に削除します。エディターグループのプロセスを選択します。マニュアルプロセスを表示します。複数の製品を搬入するため、トランスポートインを削除します。ステートメント一覧からトランスポートインパターンを追加します。トランスポートインパターンは指定した個数、製品を搬入完了するまで待機できます。トランスポートパターンインをディレイの上に移動させます。製品を搬入する位置を調整します。ステートメントプロパティウィンドウのオフセットで最初に搬入する位置を変更できます。tx と ty に-50と入力します。パターンカウントで
搬入する個数を指定できます。今回は変更せず 2×2×1 の合計4個搬入します。パターンステップで前に搬入した製品と次に搬入する製品の距離を変更できます。X と Y に150、Z に0と入力します。製品変数名で搬入したすべての製品に同じ名前を定義します。remove は製品変数名を指定して製品を削除するため、搬入した製品を一括で削除できます。シミュレーションを実行します。ロボットが製品を搬送します。マニュアルワークステーションに4個、搬入が完了し5秒後、すべての製品が同時に削除されることがわかります。シミュレーションをリセットします。LINE シミュレーションでシミュレーション中に製品を削除する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。